電球住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきたいんですが、もうバックを見ていただくとご存知だと思いますけれども、本日はですね、石川県にあります渚ドライブウェイというところに、現在来ております。実はですね、今も行きましたけれども、ご覧いただいておりますこの砂浜ですね、今車が通ってますけれども、この車が通れるんですよね。海のこのギリギリを車でドライブができる。そして右側に見えますのは海の家ですよね。こちらもですね、やっぱり夏になると一度行ってみたいなと思われる方多いと思いますけれども、ぜひぜひですね、復興の意味も込めて、この場所に足を運んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。本当にここが綺麗なんですよね。とても綺麗ですので、ありがとうございます。ちょっとファンの方が今手を振ってくださいましたけれども。ということでですね、本日はこの海からお届けしたいんですが、なぜ私が今この石川県に来ているかということも、会談の後に少しお話しさせていただこうというふうに思います。というわけでですね、今から怪談説法を、ここでさせていただこうというふうに思います。今回はですね、ちょっと私の体験談なんですけれども、私実はこの右足が実は少し不自由でして、でなぜ不自由かと申しますと、とある事故から、足が不自由になったんです。ですが私はこの不自由な足がですね、今ではとても大切なお守りだというふうに考えてるんです。どういうことかと申しますと、実は私ですね、バイクで大きな事故を起こしたことがあるんですね。何かの回で少しお話したとは思うんですけれども、そのバイク事故について本日はお話をさせていただこうというふうに思います。これはですね、私が高校を卒業して、すぐに、バイクを購入してですね、このバイクで、走っている最中にトラックとバスの接触事故があったんです。で、この接触事故のこの真ん中にですね、実は私がバイクで走っていたんですね。ですからガーンと接触した後に、トラックとバスの接触事故だなと思って、心配した方々が見ると、間にですね、私のバイクは倒れることなくそのまままっすぐとそのトラックとバスの間に立ってたそうなんです。もちろんこれ私は記憶がないんですね。私の記憶が戻ったのは実はドーンと、この大きな音がして、バイクが挟まれたその瞬間から一部ずつだけ記憶があるんです。どういった記憶かと申しますと、バイクでずっと走ってたんですね。そしてやや緩いカーブを抜けたあたりでガン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 という音がするんです。で、これが、トラックとバスがこうずっと接触する間にいましたから、私のバイクにまず当たったんですよね。で、その後、押し付けられるようにして2つの車の間をガリガリガリと行くんですけれども、その間私が走っていたわけです。後に、救急車で運ばれまして、病院で私が処置を受けている最中に来られた刑事さんがですね、もうバイクの方のお体はどこにありますかというふうなことで来られるんですけれども、どうやら、警察の方はですね、もう死亡事故だというふうに思ってられたそうなんです。ただ私は、今も元気にさせていただいておりますけれども、その事故で命を落とすことはなかったんですね。で、これを何度も警察の方が病院の先生に聞かれるんですね。本当にあの事故でも亡くなってないんですか？この少年があの事故のバイクに乗ってた少年ですか？何度も聞かれましたね。で、これなぜかと言いますと、警察の方ではですね、もうそういった死亡事故だというふうに、もう事故現場を見た瞬間、プロですから分かるそうなんですけれども、もう少年は助かってないなと思われたそうなんです。ですので、埃取りというふうな、作業をされるそうなんです。これは警察用語なんでしょうけれども、埃取りといってですね、ポン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 といわゆる、粉みたいなのを、車とバスにつけてですね、私の指紋がどこについているか、どういったその時の状態だったかというのを分単位で出されるそうなんですね。どうやら私の指紋がずっと残ってる。で、その状態から見ても、この少年は、車両2つに挟まれて亡くなってるはずだと何度もおっしゃるんですけれども、助かってるわけですね。これ警察の方から後で聞きますと、ずーっとこの車両2つの車両が近寄ってきますね。その間で私はバイクで走ってたわけです。でガーッと近づいてくる
この両方をバイクに当たる前にガッと両手で止めてるそうなんです。ですから私の指紋が車両のここについてるんですね。で、その後、それをぐっと私が、挟んだ手を力入れてですね、上にガッと浮いてるというんです。そして上に行って、バイクのシートがありますね。そこに私の靴の跡が、縦に2つ並んでた。要するにこうした後に私が、バイクの上に曲芸師のように立ってですね、そして前にジャンプしてると。で、その時にどうやら右足だけが残って挟まれたんですけれども、それでまあ少し足は、怪我をしましたけれども、他は何もなかったんです。で、あそこで足が挟まったのか、体が挟まったのかを確認されるために病院に来られてたそうなんですけれども、どうやらまあいくらジャンプしても間に合わないだろうというふうな計算だったそうなんですけれども、実はそのシーンを一部私は覚えてるんです。どういうことかと言いますと、バイクでずっと走ってましたね。そうしますと、私当時ジーパンを履いてたんですけれども、ジーパンのベルトの部分、ベルトをしてたんですが、背中の部分をですね、3本の指でガッと持たれるんです。で、なんか指が挟まってるような気がするな。3本ですからね、なんか人が持ってるというよりも、何かが掴んでる、何かに挟まれたような感覚があったんですけれども、何かなと思ってた瞬間、実は車両に挟まれるんですけれども、その挟まれるほんの少し前にですね、この3本の指が私のジーパンとベルトをガッと掴んで、上に放り投げてくれてるんです。で、放り出されて私はドーンと、右足は挟まったものの、体は助かってですね、地面にそのままバタンと落ちたんです。そして落ちて、ヘルメットがコロコロと脱げて、前を見た時に、実は私が事故しないように私の父親がですね、私は知らなかったんですけれども、シート裏にお守りを、身代わりとなるお守りを、つけてくれてたんですけれども、そのお守りが目の前にポーンと飛んできまして、そして私の目の前でパカッと2つに割れたんですね。おそらく私の身代わりになってくれたんだと思うんですけれども、その時に私が感じたのは何かと言いますと、実は何かが引っかかってたのは、竜の手ではないかな、そんな風なことを思ったんですね。そういった本日はお話なんですが、実は今回ですね、私があえてせっかく海があるのにね、なんか海にまつわる会談されるかなと思われた方もおられるかもしれませんけれども、実は今回この話をしたのには深い理由があるんです。で、それはなぜかと言いますと、実はこの石川県に今来させていただいてるんですが、これから私たちが行くとあるお寺さんがあるんですけれども、そこがですね、実はこの竜と非常に縁の深いお寺さんなんです。で、私も何度か今までお参りに来させていただいたり、石川のですね、震災のボランティアの、イベントもそこでさせていただいたり、大変お世話になってるんですけれども、このお寺をですね、今回皆様にご紹介しようというふうに、考えております。で、このお寺に行く途中ですね、この、砂浜、車で走れますので、このドライブウェイにちょっと立ち寄っていただいてもいいかなと思います。もし行かれる機会があったら、ぜひこことこの先、これから紹介しますお寺さんにご参拝いただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、これからですね、行こうと思うんですけれども、お寺の様子は、この続きはですね、次回の、この配信でお届けしようと思いますので、皆さん楽しみにお待ちいただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、一旦今日はこれで終わらせていただいて、次回の配信楽しみにお待ちください。ということで本日の怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。